もうん。国産牛と国産豚使って粗さも配合も何回も試行錯誤して作ってやっとできたんで、焼く時の最後の仕上げのやっぱ炭の香りつけるところが多分他の店と一番の違いかな。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。このお店は始められて何年ぐらいになるんでしょうか。ハンバーグ屋は3年目ですね。他にも違う形態のお店をやられてるってことですか。そうですね、ここがそもそもアミヤっていう焼肉屋で9年目でやらせてもらってますね。ハンバーグ形態のお店をやろうとしたきっかけみたいなものは何かあったんでしょうか。コロナ明けで焼肉屋やってて、お肉関係の仕事をもう1店舗やりたいなって思ってた時に、その時にちょっとハンバーグブームが東京で始まってたんで、それでハンバーグを有名店に食べに行った時に衝撃受けて、地元松本でもやれるんじゃないかって言って持ってきました。店長はこのお店入られる前は何やられてたんですか。前職は運送業をやってました。おお。飲食は初めて。飲食は初めてですね。いつもハンバーグは何個ぐらい仕込むんですか。仕込むと100個以上は120ぐらいですかね、いつもは。多い時はどれぐらい。次は170ぐらい一人で仕込みます。お一人で仕込まれてるんですか。あとランチでの方々が仕込んでくれる分と僕が仕込む分ですね。初めて飲食に入ってここ大変だったとかそういうことありますか。大変だと、立ちっぱっていうぐらい、ずっと立ってなきゃいけないっていうのが大変ぐらいで、あとはなんかしんどいなと思ったことはあんまりないですね。社長は何か今までいろいろなお店を経営される中で苦労したこととか人生の中で大きく失敗して大変だったみたいなことありますでしょうか。22から自分でやってますけど、一回も苦労したことないですね、多分。やっぱりコロナで僕その時飲食じゃないので駅前の状況とか分からなかったんですよ。駅前に人がいなくて、でも1日売り上げが何も立たなくて払えるもんも払えないっていう中で、社長こう思ったようにできないかと、歯がゆさ、社長の家族に対しても苦しい思いをさせてしまったっていうのを酔っ払った社長に聞いてそれがすごい僕は感銘を受けて、今や当たり前に
街中に人が出てるっていうのは当たり前じゃないというか、いつそういうパンデミックが起きてもおかしくないから、日々感謝しながらやらなきゃいけないなと思いましたね、その話を。めっちゃいいこと言ってるね俺めちゃめちゃ酔ったらいいこと言えるんだ。覚えてないけど。毎日飲んじゃおう。毎日お酒飲んじゃおう。ハンバーグのお店ということですけど、このハンバーグにこだわりとかお店のなんか他とは違う点とかなんかあれば教えてください。ハンバーグのこだわりはこの肉々しさを出すために結構試行錯誤したんですけど、国産牛と国産豚使って粗さも配合も何回も試行錯誤して作ってやっとできたんで、焼く時の最後の仕上げのやっぱ炭の香りつけるところが多分他の店と一番の違いかなっていう。なんかお店の形態として他に焼肉とかもやられてる部分でもやっぱり肉のこだわりとかあるんですか？焼肉屋の方は和牛メインで扱ってる焼肉屋なんで、いい肉を使ってるお店がハンバーグ屋出すって方がイメージもいいと思うんで、そういう流れでハンバーグ屋も出したって感じなんで、やっぱ炭の香りが本当に一つの調味料みたいな感じで、炭の香りがあるとないとで全然違くて、食べてみてもらえばすぐ分かるかなっていう感じなハンバーグになってます。今オーブン使ってるんですけど、オープンした時は18分ぐらいかかってて、それだとやっぱお客さんも待てないって言って帰っちゃったり、いろいろ苦情も多かったんですけど、それで違う店舗で2店舗目をハンバーグ屋出した時にたまたまそこにオープンがあって、なんとかオープン使って時短できないかなっていうので、そこも試行錯誤してやっと今は7分から8分で焼き上がるんで、時短になったのも本当にでかかったなっていうのがありますね。お客さん待たせなくなったかなって感じですね。これは今何されてるんですか？これはハンバーグに炭火の香りをつけるためにいつもかけてる和牛の牛脂をここから液化して一度沸騰させます。お米とかも信州産のものを使ってるんですね。味噌と。そうですね、全部国産のもの、長野県のものを使用してます。結構お客さんは外国の方が多いんですか？海外の人が多いですね。5割、6割ぐらい海外の人です。常連さん、リピーター様がまだ1割ぐらいで、ほぼ9割、8割がご新規のお客さんが多いですね。外国の方来ても言語は問題ないんでしょうか？そうですね、英語がベースで接客をするので、たまに英語通じない中国の方とかいらっしゃると大変なんですけど、でも Google 翻訳使ったりとかして接客はしてますね。オープンしてた時はその海外の人がターゲットっていうのではなくて、日本の方っていうのがターゲットだったんですけど、YouTube でホリエモンさんの YouTube を見た時に海外の人をターゲットにしていかないと飲食店は生き残れないというお話を聞いて、最初、僕が拙い英語でお話をしてたんですけど、Google レビュープリーズっていうのをずっと繰り返して、最初10件、15件地道に積み上げていったんですけど、そこからこっちのアルバイトのスタッフと一緒に頑張って、もう少しで800件ですね、まで来ました。
どうしても床がラーメン屋さん並みに油っぽくなっちゃうので。これは今何されてるんですか？これは卓上の薬味の補充ですね。薬味今体験したらたくさんあるんですね。これが葉わさび。葉わさび。はい。安曇の富士屋さんの葉わさびです。ハンバーグと一緒に食べるっていう。そうですね。ね。卓上に置いてあります。こちらが生七味です。丸城さんの珍しいかなと思います。富士屋さんの刻みわさびですね。お肉にバッチリ合う。いろいろ薬味がありまして、引き出しの中に薬味表があって、はい。この順番で並んでるんですけど、なるほど。結構面白いと思います。胡椒とかは入り口のところにも別途販売したりしてるものですよね。はい。これはお客様がこれ売ってないのっていうお声から富士屋さんとコラボした商品になってて、アミヤロゴと富士屋さんのロゴで、これが一応こんな感じで、キャンプとかにもすごい使えます。これジップロックついてるので。あとは海外の人とか国内の人でもそうですけど、お土産に常温保存でいいので約1年間保存効くので、これはぜひ買っててください。もう焼き場の前は灼熱ですよね。灼熱ですね。60度近くになるので、今から体冷やしとかないと。実はこれ酢を塗ってます。鉄板に。そうすると化学反応が起きて、鉄と酢でキャンプとかの網にお肉がひっついちゃうと思うんですけど、牛脂を塗るより酢を塗った方がくっつきにくくなります。先ほど成形したペチペチしたお肉、
じゃあ入り口開けてくれる？ちょっとシャッター下げとくか、こっち。入ってる人は、まあ、どこでやってる人だったら、Oh, by the way, can I pay now? Sure. Okay.ありがとうございます。ハンバーグ2個の定食と3個の定食。オープン前に並ばれてましたけど、よく来られるんですか？いや、初めてです。なんか見て来られたんですか？食べログを見て。ありがとうございます。お酒の後にも書いてある。川村さんのごシステムです。はい、無料なのでお願いします。ご飯もこちら系で。失礼します。3杯食べれそうだ。お待たせいたしました。メアハンバーグ1つ目ですね。ありがとうございます。お肉の方にですね、下しっかりついてますので、ご飯の上に乗せていただいて、一口目はそのままお召し上がりください。熱いので気をつけてください。はい。
とっても美味しいです。いかがですか？いや、うまいです。普通に肉がうまいです。もっと上。ご飯お茶碗いかがですか？でもちょっとまだ残ってて。ありがとうございました。ごちそうさまです。いかがでしたか？最高でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。一つ目ですね。お肉の方にですね、下味しっかりついてますので、ご飯の上に乗せていただいて、一口目はそのままお召し上がりください。熱いので気をつけてください。このお店よく来られるんですか？いや、初めて来ました。何か見てご来店されたんですか？そこのキャッチのお兄さんに捕まりました。なるほど。ちょうどご飯探してて。なるほど、ちょうどよかったですね。はい。ご飯たくさん食べてくださいね。真ん中にある薬味が。胡椒の実なんですけど、このままの、ありがとうございます。一口に3、4新しいですね。これでも絶対うまいやつよね。これはもう間違いないですね。これはもう。3つ目を出します。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。3つ目ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。3つ目です。薬味もたくさんあるのでいろいろ使ってみてください。ご飯何杯ですか3杯です。4杯目いきます。お気に入りの調味料とかありましたか？この黒胡椒が大変美味しかったです。これ美味しいですね。黒胡椒美味しかったです。ご飯が止まらんですか？とっても。あ、はい。多分来るよ、お姉さん。お弁当ですか。ご飯どうですか。思い出。 3人いるから。ありがとうございました。いかがでしたか？いや、美味しかったです、本当に。今まで食べたハンバーグで一番美味しいです。なんかお気に入りの調味料とかありましたか？胡椒です。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ですね。お肉の方にですね、下味しっかりついてますので、ご飯の上に乗せていただいて、一口目はそのままお召し上がりください。熱いので気をつけてください。感じ。熱そう。もうやばい。マジで美味しいよ。聞いてみても同じ反応できる。うまい。ありがとうございます。このお店よく来られるんですか？初めて来ました。なんか見て来られたんですか？たまたま調べてました。
わーいいね。お客様お帰りです。ありがとうございます。やばい、美味しい。やばい。マジで美味しい。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか、お料理は。めっちゃ美味しかったです。名古屋にもぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。You should put it like this. Oh my god, I'm so bad. All you can eat, so you can. あ、アロイマ？アロイマ？アロイマ？次のお客様も大丈夫です。どちらからいらっしゃったんですか。インドネシア。どうやってこのお店知ったんですか。いや、たまたま取り掛かってすごい美味しそうなので、お味はいかがですか。いやすごい美味しいですね。それで書いてよ。買ってよかったです。Okay, last one. Okay, one shot. あ、いいですか。はい。1、2、3。Okay. Okay. Thank you. I feel like it's very popular these days. Japanese people like it. Yeah. お料理いかがでしたか。あ、いや美味しいです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。Oh, it tastes so good. Thank you. Toten, where from? Taiwan. Taiwan. Yeah. Oh, 好吃。好吃。谢谢。 It smells so good. So attract me come here. Thank you. How did you like the food? Oh, if I give the score, must 100. It's so delicious, and I highly recommend that every visitor should come here to enjoy the dinner. Thank you. Thank you. 今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後このお店を、こういうふうにしていきたいとか、ご自身の今後の目標などあれば教えてください。今後はやっぱハンバーグ専門店を地方の観光地などに直営でもフランチャイズでも出していきたいと思ってるんで、その準備も今していってるんで、アミヤバーグが各地方の観光地の来てよかったなって思えるお店になるように、今は松本でやってますけど、広げていければなとは思ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。